家を、マンションをもう退去しまして、もう旅ライブに出発をしました。皆さんこんにちは、片桐咲です。東京出身アラフィフ女、東京はもう飽きた、旅立ちますということでね、飛びますじゃないんですけど、ちょっとね、死語が多いですけどね、ちょっとポーズ忘れましたけどね。なんとですね、私先月10月31日で、マンションを退去しまして、家なき子になりました。ということで、これからですね、旅ライフ、ノマドライフをスタートさせたいと思います。ワクワク大冒険ということでね、ぜひ皆さん一緒にね、楽しんでいただきたいと思います。で、なんで私が今回ノマドライフをしようかなと思ったかって言いますと、本当にマジで飽きたんですよ。もうマジで飽きしましたね。東京、埼玉マジで。本当に。もうね、東京出身で、埼玉と東京にね、45年以上住んでまして、本当にね、飽きてですね。もうね、小中高大って全部ね、近場なんですよ。もう本当に飽きてまして、で私本当にね、せめてね、大学はね、地方のね、国立に行きたかったんですけども、またね、東京になっちゃって、池袋になっちゃって、もう池袋ね、うちね、マジでホームタウンなんですよね、本当に。親戚も住んでますし、両親も池袋で育った人たちなんで、また袋かよ、みたいな感じでね、もうマジで飽きしてるんですよ、本当に。で、皆さん、ご存知の通りね、コロナ禍で、なかなか外出できなかったと思うんですけども、私もね、結構オンラインのね、交流会に参加してたんですね。よく英会話のオンラインの交流会参加してまして、結構日本のね、地域のいろんな全国の方たちとお話ししたりですとか、あと海外の方たちともたくさんお話ししてて、私別にね、ここにいる必要なくねと思ってね、別にずっと家にいましてね、もう飽きてますし、別になんか埼玉とか東京にいる必要ないなと思って、そこら辺からですね、地方移住をね、探してたんですよ。で、いろんなね、地域の方とか、いろんな国の方のお話聞いてて、私もね、もっとね、会うとこあるんじゃないかなとか思ったり、私もともと海が好きなんで、埼玉ね、すごくいいとこなんですよ、住むのに。で、それもね、ちょっと後で説明しようかなと思うんですけど、すごくいいんですけど、もう本当に海もないし、もう飽きたんですね、マジで。マジでもうね、東京と埼玉マジで飽きたって感じで、もう45年以上住んでますんで、もう目つぶってでも歩けるぐらいのレベルになってまして、本当に飽きしてまして、もうちょっとね、全然違うところに住んでみたいなっていうのもあってね、1年以上前から、地方移住を探してたんですよね。で、いろんなね、ところ探したんですけども、やっぱり行ったことがないからわからないので、ちょっとやっぱりね、実際旅をしてね、土地を見てみないとわかんないなと思って、やっぱ感覚とかあると思いますので、ということでね、家を探す旅というかね、スリカを探す旅という感じでね、ピンときたところがあれば住みたいなと思います。ただ私のね、理想としましては、日本半分、海外半分っていうのが希望でして、やっぱり日本はね、なんやかんや世界最高峰の国なんですね。綺麗さとか、あと、パスポート最強だし、健康保険最強だし、安全性ですとかね、衛生面とかね、で私、かなり潔癖症なんですよ。で、かなりこの、日本にいてもかなりな潔癖症の部類に入るので、海外でね、そこの部分がね、結構きついかなと思ってるんですよ。ただ、日本で窮屈な部分もあるので、日本でね、一箇所場所を決めつつ、あと半年ぐらい、半分ぐらいは海外に滞在したり自由にできたらいいなと思ってまして、その日本のね、拠点を探すというようなね、旅をしたいなと思います。日本だけじゃなくて海外も行きたいなと思っているので、ちょっと気まぐれにね、気が向いたところに行こうかなと思っています。で、1年以上前から地方移住いろいろ調べてたんですけども、で、私本当にペーパードライバー歴25年でして、一応ね、車、今まで生まれてこの方ね、一度も持ったことがないんですね。でも何にもね、問題がなくて、別に生活できてたんですけども、なんかいろんなね、県にね、相談したところね、どこもかしこも車が必要って言われるんですよ。で、私それはね、ちょっとね、困ったなと思って、これだけ日本って9割5分ね、車がないと生活できないのかと思って、私が住んでたとこは特殊だったんだなってこと気づいたんですよね。で、マジでね、車持ちたくないんですよ。固定費はかけたくないし、フットワークを軽くしたいので、いらないなと思ってまして、でそうするともう限られてきちゃうんですけどね、車なくて生活できる場所って言いますと、地方都市しかないのかなとか思いつつね、で、私あと本当にね、関西全然知らないんですよ。大阪もね、出張で一回行っただけですし、あと京都は紅葉とね、桜の季節に行っただけですし、あと本当修学旅行でしかね、行ったことなくて、ほとんど行ったことないんですよね、西側に。神戸も行ったことないでしょ。九州も本当ないんですよね。福岡と長崎がね、これまた修学旅行とかで、ほとんど知らないんですよ。全然西側知らなくて。だからね、ちょっと、西どうかなと思ってね。結構関東とかね、あと東北とかも、ちょっと旅行とか行ったりするじゃないですか。
で、北海道とかもちろん沖縄とか行くんですけど、関西の西側が全然なくてね、意外とね、面白いのかもしれないと思ってまして。なんで、ちょっと今ね、実は西にね、移動しようかなと思ってるんですけども、全然全くわからないので、これはね、もうちょっと旅を出て、1、2年ぐらい探してね、ここだって場所が見つかったら住もうかなということで、住む場所を探す旅にね、行きたいと思います。で、あと、私海が好きなんですけど、埼玉海なし県なんですよ。でね、埼玉本当に実はね、すっごいいいとこなんでおすすめなんですけど、海がないっていうね、感じなので、海があるとこ行きたいなと思ったんですけどね、日本の中でね、海が綺麗なとこどっかありますか？ないと思うんですよ、私、はっきり言って。湘南とかも汚いですしね。葉山はまあまあ綺麗だったですけど、伊豆とかもまあまあ綺麗ですし、沖縄もまあまあ綺麗なんだけど、私の好きなね、エメラルドグリーンの、いかにも地中海みたいなのがなかったんですよね。でも海外はやっぱりちょっとなかなかね、高かったりとか、あと治安とかね、私結構潔癖症なんで衛生面ですとかいろいろあるので、ちょっとね、日本の中もね、地震があったりとかね、なかなかね、なかったんですよね。なんでね、ちょっとね、それもあって、いろいろと、地方は全然知らないですし、西側も知らないし、どこがいいかわかんないんでね、ちょっとね、いろいろ行ってみようと思って。ということでね、1年ぐらいね、目安で考えてまして、日本とかまた海外も含めてね、ちょっと旅をしてみたいなと思います。ワクワク大冒険っていう感じでね、私もうちっちゃい頃から冒険が大好きなので、私男の人だったら絶対ね、野宿してね、世界中旅してるタイプなんですよ。本当に。大学もね、東京のね、立教大学だったんですけど、それなのにね、方位地震とか思ってね、なんか方位とか調べたりね、なんかね、相談するわけないのに、で、結構ロッカーに教科書入れて、どこでもね、いつでもね、行けるようにとかいうね、結構なんか、もうサバイバルなね、性格なんですよね。なんですごくね、冒険とか旅が大好きなので、すごいね、ワクワクしています。でね、やっぱり風の時代やね、シェアの時代って言われてますけど、私本当にね、もうね、家を持つ時代じゃないと思ってるんですね。本当にね、家邪魔じゃないですか。でそのうち 3D プリンターで家できると言われてますし、確かにもうアメリカとかかなんかで、コンテナとかはね、3D プリンターでできるっぽいんですよ。で、私が一番ね、アニメの中で一番欲しいものはね、ドラゴンボールのポイポイカプセルなんですよね。あれがあったらだって世界中いくらでも食べできるじゃないですか。もう私冒険がちっちゃい頃から大好きなんで、もう4歳ぐらいの時もね、水筒とおやつ持ってね、近所の公園とか冒険とか言って、冒険大好きなんですよ、ちっちゃい頃から。だから自分が冒険したかったんで、昔からね。すごい楽しみでワクワクしてますね。うん。ぜひ皆さんもね、私もアラフィフですけど、全然楽しんでね、行きたいと思いますので、皆さんもぜひね、楽しんで、なるべくまだ健康なうちにと言いますかね、やれる時にやるのが一番だと思います。で、こんなのはね、準備はね、関係ないと思うんですよ。よく皆さん準備整ってからとか言いますけど、私今までのね、ファーストチャンネルのサギステーションの方でも、今でしょってお話ししてますけど、マジで今でしょでして、私全然準備整ってないですよ、本当に。だってこのね、この状況もそうだし、で、経済的な面とか、1年前から私オンラインで十分稼げるように努力してきたんですけど、十分稼げてないんですけど、なんとかなる的なね、十分オンラインで稼げてないんですけど、とりあえず出発してしまいみたいな感じでしてね。これから考えようみたいな感じで、最悪、死ぬことはないと思うんですよ、なんとか。多分大丈夫だと思います。だからいろいろね、方法はあるって言いますか、準備はね、いくらやっても足りないと思いますし、とりあえずやりながら考えろって感じだと思いますので、もう私全然準備できてないんですね。全然何の余裕もないし、経済的にも多分ね、今までの人生で今が一番ね、経済力ないです。そんな中でノマドかよみたいな感じなんですけど、逆にだからこそね、ノマドの方がいいんじゃないかなって気もしますね。いくらでも調整できるし、固定費がないんで、なんせ固定費がないんで、それはちょっと今でも逆にホテルばっか泊まってっからめっちゃ逆に高くなってますけど、意外と面白いんじゃないかなと思いますし、私今回初めてね、LCC、今まで乗ったことないけど、LCC 乗ってみたりとか、多分シェアハウスとかゲストハウスとかを泊まることに将来的になると思うんですよ。泊まったことないんで、本当に。そういうのもちょっとね、新しい。ただね、私今後のね、理想の生活としましては、日本半分、海外半分って感じにしたいので、あくまで日本はね、ちょっと日本の拠点を探すってだけなんですよね。で、その時にほら、半分くらい海外行くのに固定費高いと嫌だなと思ったんで、ちょっと安めでね、海辺でなんかいいとこないかなっていう感じなんですよ。で、ちょっとね、気候とかあと災害とかいろいろあると思うし、あと雰囲気とかね、あと私方言もちょっとどうだかわかんないんですけど、方言もあるみたいなので、そういったね、相性があると思うのでね、ちょっとこれは行ってみなきゃわかんないかなと思ってね、
いろいろね、ちょっと行ってみたいと思います。なんで皆さんぜひね、私全然知らないので、地方のこととか、ここがいいとかね、ここを住むのにおすすめですとか、おいしいお店ですとかね、泊まるのにいい場所とかあったらね、教えていただきたいと思います。ぜひコメント欄にね、書いていただけると嬉しいです。で、今後ね、ノマドサポートとかね、なんかノマドコミュニティ作ろうかなと思ってるんでね、よかったらね、それできたら皆さんにね、ご紹介しますけど、その中で皆さんでぜひね、盛り上がってね、一緒にね、楽しんだりとか、多分ね、結構ノマドやりたい人ね、多いんじゃないかなと思うんで、情報共有とかできたらなと思っています。どんどんね、かなり簡素化していこうかなと思ってます。で、かなり荷物を減らしたつもりなんで相当してたと思ったんですけど、やっぱりまだまだありましてね、それはね、トランクルームを借りて、ちゃんと湿度管理とか温度管理がちゃんとしっかりしてるところを借りまして、そこ2.2畳借りてね、そこに入ってます。私のね、どうしてもね、お気に入りのね、ティーセットがあるんですけども、私結構もう、お部屋のインテリアもヨーロピアンのいかにもな猫足のね、インテリアだったんですよ。ヨーロピアン家具ばっかで、それのね、テーブルですとか椅子ですとかで、さらにカップソーサーですとか、グラスとかね、そういった食器とかね、そういう私のエレガントな癒し空間の癒しグッズがね、ありますし、あと他にもいろいろね、もろもろあるので、そういったものはね、トランクルームに入れています。で、洋服はですね、で、収納についてもね、ちょっとね、今後お話ししようかなとか、あとパッキング何したかとかもね、今後ね、公開していこうかなと思うんですけど、結構大変でしたね、本当に。で、引っ越しの時っていうのは、引っ越し業者の人がちゃんとパッキングしてくれると思うんですけども、私みたくトランクルームに運ぶだけだとやってくんないんですよ。で、自分で全部梱包しなくちゃいけなくて、で、梱包して、入れて、さらに、もう毎日のようにいろんな業者が来てね、ピアノ運送する人とか、いろんなもの持ってて、なんか、もう、凄まじい感じで、やってまして、もうほんと大変でしたね。で、さらに、私の場合パッキング、旅行を旅立つわけですから、スーツケースもね、でっかいやつとちっちゃいやつがあるんですけど、手荷物用とね、あと L サイズのがありまして、その中もね、入れなきゃいけないから、もう頭ごちゃごちゃになってね、もう、最終的に私40キロになっちゃって、全然超オーバーしてます。超オーバーして超過料金払いながらっていう、これ持ちながら歩くのどうすんだって感じなんですけど、で、しかも今のところ全然ね、普通ノマドライフっていうとね、多分1ヶ月ね、そのままレンタルして借りて、エアビーとかでね、住むんだと思うんですけど、私本当にホテルで毎日動いちゃってるんですよ。違うホテルに泊まったりしてて、これ40キロ毎日運ぶのアホみたいだなとか思ってて、しかもホテル高いからちょっと、これかなり抑えて5000円だったとしても一泊ね、大したところじゃないじゃないですか、一泊5000円。それでもね、15万になっちゃうでしょ、30日だと。1万円だと30万になっちゃうし、2万円だと60万になっちゃうし、これちょっとやってらんないなと思いつつ、ちょっと今どうしようかなと思いながらね、考えてます。これちょっとね、お金持たないなと思っての、ノマドつってもちょっとね、ホテル、だからやっぱりね、同じ場所じゃないと厳しいですね、結構ね。ちょっといろいろね、ちょっと時間があまりなさすぎてね、作戦に入れなかったんですけど、なぜ時間がなかったかっていうのもね、実は事情がありましてね、もうすごいことになってたんですよ。10月ね、出発間際に、お試しかっていう感じのことが起きまして、ちょっとね、それをね、次のね、動画でも説明したいと思います。超波乱というかね、超面白かったんですけどね。で、そんな感じで、とにかくね、もうバタバタなんてレベルじゃなくて、1分1秒凄まじい処理能力でね、凄まじく物事をこなして1分1秒で、めちゃめちゃ判断をしながらね、過ごしたんですよね。すごい凄まじい判断力でね、こなしてたんですけど、これね、ちょっと皆さんにね、後で面白いからね、お話をしたいと思います。ということでね、新しい住処を探すために出たいと思います。それではワクワク大冒険、一緒に楽しみましょう。